平凡に元気ですか。今初台のパワーハウスジムにいるんですけど、光栄なことに日本の世界のボディビルレジェンド秀忠山石選手に、お越しというか、僕がこちらまで遊びに来て、そして今日は一緒にトレーニングさせてもらって、今日は腕トレーニングよかったね。いや楽しかったです。とても勉強になりましたし、追い込みのなんかレベルが基準がまた僕の中で一つ上がったような感じもします。トレーニング終わって今はちょっと一緒に座って山口の貴重な時間をちょっといただいて、僕がいくつか興味ある質問をしていきたいんですけど大丈夫ですか？お願いします。まず山口さんはボディビル選手としてプロ選手として結構、いろんな会場行ったり国行ったりすることがあるかと思うんですけど、その時の食事の調整とかダイエットの管理はどうしてますか？いろいろ自分もやって試してみたんだけども、その現地に行ってね、その現地のものを食べるとか、最終的には今やってるのは自分で全部まず用意して、冷凍して、ジップロックに入れて、例えば牛肉だったらこれぐらいの量必要だ、鶏肉だったらこれぐらいの、ライスだったらこれ全部自分でもう用意して、もうスーツケース1個が全部食べ物、それだから持ってっちゃう。で現地で手に入れようとしたらもちろん日本とか俗に言う先進国だったらいいんだけれども、あんまりそういう食べ物がいつも食べてる食べ物が手に入らないようなところに行くこともあるので、そういう時にやっぱり現地で手に入れると、予想がつかないので、やっぱり自分でそれ用意してスケール持ってって、であとはもう電子レンジさえあればいいっていう状態で保存できます。逆に今までどこかの国行ってうわーって困ったことってあります？一番困ったところって。そうだな、その時は選手じゃなかったんだけども、一回、韓国でやったショーで、サポーターで行ったんだけども、例えば今日12時からプレジャッジ始まるよって言って始まったのは5時とかだから日本のショーって基本的に時間通りに行くことが多いんだけれども、海外のショーは2、3時間遅れるのは当たり前なので、5時間も遅れるとそれはひどいけれども、とにかくその時間に対して日本と違ってかなりルールがあります。それが普通。そう、それは普通。だからそこら辺をいかにストレスがない、ストレスを要するにコンテストのダイエットのストレスがプラスその時間が遅れていつパンプしていいかわからない、タイミングがわからないっていうそういったストレスも重なるので、それはね逆にこれは経験だよね。やっぱり経験があれば自分でコンテストの進み方見ながらパンプいつ始めるかでも自分でもだんだん分かってくる。だけどその時間が遅れるのは海外は当たり前だっていうつもりでいった方がいい。なるほど。最悪のケースシナリオに備えて準備をする。山岸さんがボディビルのトレーニング歴、ボディビル歴が僕らフィジーク選手と比べるとかなり長い最近よりの年齢よりやってるよりですよね。でなんかボディビルの黄金時代みたいなゴールデンエラーみたいなのがあったじゃないですか。プロのボディビルというとやっぱり90年代80年代は一応ゴールデンエラーといって、自分の仕様でミロスとかショーン・レイとか、ドリアンとかそういった人が出た時はやっぱり俺もやっぱりレベル的にはやっぱりゴールデンその一番高かった時だってやっぱ認めるんだけど、今は逆にこのソーシャルメディアとか YouTube もそうだし、それをちょうど聞こうと思ってたんです、やっぱり昔はほら雑誌だけだったからさ、今じゃ信じないかもしれない。オリンピア終わってその2ヶ月3ヶ月後に結果知ったっていう時代だから。本当ですか？恐ろしいけど、雑誌を見て順位こうだみたいな、どれに使ったんだって3ヶ月後に知るっていうそういう時代だから今とは全く違うんだけども、逆に言うと今はその自分でライブでプロモートできるボディビルが身近になって、でフィジーク、クラシックフィジーク女子でいうといろんなカテゴリーがあるけれども、やっぱりそれで裾野が広がったから、こんなこと言うのは変だけど、逆にビジネスとしては昔やっぱジム入る人って言ったらもうコアな層しかいなかったっていう、ジム行ったらもうやっぱり少し毎日同じ人がいるわけだから、今こうやってジム切ると若い選手から俺らの世代の選手、もっと上の選手もいろいろな人が来て、やっぱりそういったジム産業、サプリメント産業が盛り上がれば、うちらもやっぱりね、金木のこうウェアとか昔はもう考えられないからこんなんで生活できるっていうのは。で今はそういうチャンスが広がったっていうことはすごいいいと思う。
僕の中でもそのソーシャルメディアのフィットネスジャイが、日本では数年ほど前に始まって今ではすごく伸びてて、本当にいい時期だと思う。そうだからいい時期にやってるよね、山木さん的にそのソーシャルメディアフィットネス時代でにこうやって今入ってきて逆になんか困ることとかってあります？なんかもっと最近の子たちは甘いとか、だけどやっぱりそれ対応するのが俺ぐらいの時になってくるとこうやってどうやってやるんだって、もう俺もその YouTube やりたいから金金とかいろいろ習いたいんだけど、山岸さんはYouTube チャンネル持ってるのでリンク貼ってます。ぜひぜひ皆さん飛んでください。金金に有名にしてくださいっていうのをやったんだけど違います。ただやっぱりそれは新しいことにやっぱそうやって対応していかないともうどんどん取り残されていっちゃうから、だからやっぱりプロとしてそれは大事だし、でさっき言ったように今スポンサーからお金もらう時代じゃないから、確かに、俺が始めた時はやっぱり雑誌とサプリメント、今俺もギャスパリスポンサーなんだけど、昔みたいにそこだけで生活していけるっていう時代じゃないから、今サプリメントの会社ってスポンサーしないから、どっちかといったらその、ソーシャルメディアとかを扱っている人に向けてなんかアフィリエイトリンクを配ったりとかそういう流れですよね。YouTuber とかそう広告にはお金使う時代じゃないからね。なるほど。だからそれを考えるとボディビルダーフィジークの選手もボディビルそれだけをやって食べていくんであればそこをうまく使っていかなくちゃいけないと。なるほど。もう今では世界の山口さんなんですけど、日本人として僕らみんな山口さんをすごく誇りに思っていて、なんか初めてのチャレンジが多かったかと思うんですけど、まず日本人で、初めてのIFBB プロ戦で優勝、そしてオリンピア出場だったりアーノルド優勝だったり、そういう中でなんか特にチャレンジだったこと、なんか困難なことがあったならそれが何だったか、そして乗り越えられたならそれはどうやって乗り越えたか。逆によくそうやって大変だったでしょって言われるんだけど、自分としてはボディビルだけで生活してアメリカ行って、今ラスベガスだけどロサンゼルスでベニスでトレーニング10年ぐらいして、もうその時はボディビルしかしてなかったから、それで生活できても幸せでなんか夢の中でいるような楽しくて仕方がなかった。今もちろん今でも楽しくしかないんだけども、だから苦労したっていう覚えはあんまないね。もちろんダイエットとかきついけれども好きでやってるからね。もう熱心にできるパッションが仕事になったっていうような感じです。だからもう楽しくてしょうがない。今ではもちろんそうなんだけども、コンテスト行くのももちろん一番最初出たアイアンマンインビテーションっていうのはもうないんだけど、それ出たんだけども、その時はもう恐ろしかったね。なんか他の選手が、さっき言ったようにインスタグラムの時代じゃないから、やっぱり雑誌で見てた選手が目の前にいて、俺はもうとにかくもうそこにいるのが怖かった。だから想像できないです、ホテルにこもってたのを覚えてる。本当ですか。で2005年2006年まで俺やっぱり日本にいて、要するに自分のやり方やってきたから、やっぱり自信がなかったんで自分に、行っても最初からやっぱり、メンタル的にどうせダメだろうっていうのもやっぱりダメだったんだけども、その2006年のアイアンマンの後にミロスに会って、そこからやっぱりトレーニングも他のプロと一緒に始めて、でやっぱり今まで雑誌の中で見てた人たちがやっぱり怪物に見えるわけだし、見てただけだと、だけど一緒にトレーニングしてみるとあんまり大したことないんだよね。やっぱり俺の方がトレーニングはハードにできるっていうのが分かったので、そしたらこの人たちも人間なんだなと思って、それから自信がついてきた。であとやっぱり俺が思ったのは、当時中に入っていかなくちゃいけないと思ったからアメリカに行って、だからやっぱりアメリカに何年いるんですか。もうアメリカに完全に住み始めたのは2009だから10年だね。じゃあもう10年近く。ただその前からもう行ったり来たりして3ヶ月あっちにいて、1ヶ月帰って3ヶ月行ったから、2006年ぐらいからそれはやってるのね。で2009年から完全に向こうに住んでるんだけども、要するにアメリカのベニスに行って、プロの中でプロの身近で、俺もプロだったんだけども、トップ選手の身近でやることによって、さっき言ったように壁が、だから例えばたまに海外行って出ると、こんな化け物たちとって思うかもしれないんだけども、意外とそいつらも大したことないと。それ言ってることなんとなく分かります。僕もすごい憧れてるフィジーク選手が何人かいたんですけど、
写真とか見ると頭の中で勝手に実際以上でかく作り上げちゃう。だからジェレミー・ブンディアがもうこんなでかくて実際でかいんですけど、あったらその想像よりちょっと小さいことにちょっと驚いて、最近までプロ選手山岸さんだけで寂しい感じもあったんですけどだから去年ぐらいから盛り上がってきてますよね。なんかフィジーク選手が、今では3人ですか4人プロになってますし、山岸さんプレゼンツのプロコリファイアで新さんもプロになってきて、選手としてのなんかドリームが広がってるかと思うんですけど、山岸さんからそういう、僕らみたいな人にあげれるアドバイスってあります？そうですね、プロになるのはなりやすくなったと変だけれども、要するにプロカードの数自体増えてるから、今までその日本でプロになれるっていうことさえなかったですね。それは去年ぐらいからもちょこちょこだからプロになるその目標はつけやすくなったよね。はい、プロコレーパーに勝てばプロになれる。プロになる、プロ数の数は増えたけど、やっぱりプロになるっていうのはそのお金を稼ぐってことだから、やっぱりプロとしてその恥ずかしくない。で、プロとしてやっぱり人気のある選手になってほしい。で、金木はもちろんもう人気あるから、それでプロの生活があと加えるだけなんだけれども、だから時間の問題だと思うんだけれども、で、シンさんもやっぱり自分のイメージを作ってもう作ってるから、これからどんどん伸びていくと思うし、フィジークだからね、彼らも今週末はそれはデビュー戦になると思うんですね。やっぱり日本のみんなが注目してるからね、最初のコンテストだから要するにとりあえずやってみようっていう気持ちでやってるわけじゃないので、みんな勝とうと思ってやってると思うんだけど、はい、その気持ちを最初の気持ちを忘れないでやってほしい。でやっぱりさっきも言ったようにプロとしてお金を稼げる選手になってほしい。で、俺も最初2005年になった時、自分に自信がなかった時は、小さいコンテストで10位ぐらいに入ったらいいかなと思ったけど、ミロスに会ってやっぱり目標がやっぱり大きくなったから、やっぱりリミットってのはないからね。だから日本人だからとかそういうのもちろん日本でやると日本を代表してやるから日本人だっていう気持ちはあると思うんだけど、海外行ったらもう関係ないですよね。だからもう、海外行ったらもうもちろん日本というのを背負っていくっていうのはもちろん大事なんだけども、日本人だからっていうんじゃなくて、日本人だからこそできるっていうのをやってほしい。皆さんここまで見てくれてありがとうございます。山岸さんのインスタグラム、YouTube チャンネルリンクは動画の詳細に貼っておくので、皆さん必ずチェックしてライクしてね、ライク飛んで山岸さんのチャンネルチェックしてください。あと今日はパワーハウスの皆さん時間を使わせてくださってありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。Work hard to see results. Thanks for watching. I'll see you again soon. ここだけだから一度の